どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は実際に iPhone 15 Pro に変えてみて14 Pro から違いを感じたのかっていうねところをお話ししたいかなと思います。実際にはもうすぐ3週間ぐらいですかね使ってみて感じたところとここはなんか変わんないんじゃないみたいなところ正直にお話ししようかなと思います。買うべきかどうかみたいなところも最後お話ししようかと思いますのでこのモデルがいいんじゃないかというか14 Pro のですね1年ぐらいのレビューとか15 Pro、15とかもありますのでアクセサリー類上げてますのでこちらもぜひね好評ですのでチェックしてもらえばと思います。まずねちょっとデザインからこうセクションごとにね見ていきたいと思うんですけど今回デザインがですね15 Pro からチタニウム採用されまして以前のねステンレスと比べるとかなりその光沢感とかというより落ち着いた印象になりましたね。見た目がね結構変わったりしてます。なのでここ実際じゃあ使ってみてどう感じたのかっていうところなんですけども特にねやっぱ一番感じた点としては軽さですね。と、持ちやすさのところになります。14 Pro ね、プロマックスもそうなんですけど、かなりね、画面サイズの割には重いって言われてまして、重量が 206g だったんですけど、今、187g ということで、約 20g ぐらいですね、軽くなりました。で、本体自体も、こう丸くなったエッジですね、側面が、エッジが丸くなった構造になってますので、かなりこう持った時に手に馴染むというか、14 Pro は、結構ね、尖った感じなので、手に刺さるね感じがあったんですけどもそれはかなり変わったのかなと思いますね。軽さの面は非常にね、全然結構違うなというか13 Pro 14 Pro から変えると結構感じるんじゃないかなと思うんですけど11とか12 Pro とかの重さに戻ったっていう感じにはなりますね。プロモデルでいうとここはかなりね感じます感じてます。で、2つ目としてはやっぱりこの指紋の目立たさなさ指紋がつきづらいっていうところで特にやっぱステンレスのモデルはかなりですね光沢感あって高級感っていう意味ではあるのかもしれないんですけどもキラキラしてる分ねかなり指紋も目立つっていうねのがありましたが指紋も目立ちづらくはなったかなと思いますがただ別にただチタニウムもね別に全然つきますけど目立ちづらいっていう感じステンレスと比べれば目立たないかなっていうところでありますけどやっぱりね黒いモデルですねブラックとか今回ブルーチタニウムとかに関しては結構目立ちます。汚れはやっぱり黒いモデルはカラーの特性上目立っちゃうのでそこは注意が必要かなと思うんですけどもなのでケースつけたりとかどうせケースつけるんであれかなっていうところではあるんですけど目立ちづらくはなったかなと思います。やっぱり感じるのはそのチタニウムの質感ですよね。ここに関してはですねやっぱり全然何ていうかな違うというか特にナチュラルチタニウムを使うとですね今使ってるんですけどかなりこの質感の違いっていうのはねもちろん見た目とかでカメラ部分もちょっとへっこみもね少なくなってます。微妙にですけど周りもチタンで覆われてますしこの質感っていうのが非常にねカラーも白っぽい感じグレーっぽい感じになったのでここはめちゃめちゃいい点だなと思います。本当に持ちね心地もいいですしここは非常にいいですよね。逆にあんまり変わってないんじゃないかっていうね点なんですけどもデザイン的にはねやっぱその背面ガラスですね背面のガラスに関しては同じなんですよね。これプロモーションがねされてるんですけどチタニウム押されてるんだけど実際チタニウム使われてるのはこの側面ですね。側面と厳密に言えばそのカメラの周りちょっと使われてるんですけど基本的には同じです。後ろもこのマットなガラス仕様カラーは違うんですけど基本的にはそんな変わんないかなと思います。強度的にもなんでそんなに強くなったわけじゃないですね。画面も含めてですけどそこら辺は別に変わんないかなっていうか14 Pro の方がちょっとエッジが近くなってるんで落ちた時の衝撃は和らぐんじゃないかって言われてます。これ何とも言えないけどね。2つ目ね端子についてですねここはねやっぱり違います。今回やっぱり USB-C 入っておりますので14 Pro はライトニングです。これはもうねもちろん充電がそもそも USB-C ケーブルでできるっていうところで違うというところです。ただやっぱり今までライトニング使ってた人に関しては逆にね、使いづらいって感じるかもしれないですけどねライトニングで今までやっぱ揃えてるじゃないですか。そういうところはありますけどその充電できるっていうところだったりとかあとデータの転送速度ですね最大20倍速いっていうね感じになっております。ただ iPhone 15に関しては、ライトニングと同じ USB2.0 ですねデータ転送の速度に関してはなんで例えばこのケーブル経由でですね充電するみたいなこともできます。なのでこう緊急用のモバイルバッテリー的な感じで USB-C を挿して iPhone 同士とかAndroid も
できますけど、まあこの PD ですね、パワーデリバリー対応の USB-C ケーブル使えばこういった充電とかねできたりしますし、あとまあこのマグセーフ充電とか、まあ基本 USB-C 刺さるものであれば何でも、まあ Apple Watch とかもそうですし、まあ AirPods とかまあ何でも使えます。であとやっぱこの USB-C で変わるところは、まあ外部ディスプレイですね。まあなんで USB-C 一本でですね、こうディスプレイに、まあ、こういったものに接続できたりするので、ゲームしたりとか、やっぱりこう写真を見たりとかですね、まあいろんなこう用途が広がると思うので、はかなりいいなと思ったポイントでございます。やっぱ AR グラスとかも、まあ、一応外部ディスプレイにはなるんですけど、まあ、USB-C 一本でこうぐさって挿してそのまま、まあ、画面で大画面で映画とか見えたりとか、まあ、Netflix とか YouTube とか見えたりするので、まあ、これはめちゃめちゃねいいですね。まあ、ゲームとか非常にいいかなと思います。ただやっぱその外部の拡張機能というかストレージ関連ですね。もちろんストレージ自体も SD カードリーダーとか挿してそのままね iPhone の中で、まあ、例えばまあ、一眼レフとか普通のカメラで撮った写真を SD カードで読み込んで iPhone 上でもそのまま取り込むみたいなこともできるので、まあ非常に便利ではありますよね。まあこれなんで普通の SSD というか外部ストレージとかも使えるので、まあここはやっぱり便利です。なんだかんだね。とはいえ逆にここも変わってない点もありまして、充電スピードに関しては同じなんですよね。USB-C になったとはいえ、まあライトニングと、まあ特にそんな変わんないっていうね。最大多分 27W とかだったかな。Mac Pro Max とかで。まあ 20W ぐらいが MAX だと思うんですけど、マグセーフですね。カチッてぐっつけて充電してるんで、すごい恩恵があるっていうわけではないんですけど、まあでもやっぱなんだかんだね便利ではありますね。そのマグセーフの充電スピード自体も一生の 15W かな、最大。ワイヤレス充電もそんな感じですございます。変わった点がこのアクションボタンですね。新機能が入りまして、まあ、上のこのミュートボタンのカチカチっていうね、消音モードにするボタンの代わりに、ボタンがね入ってます。カスタムボタンっていうのがね、自分でまあなんか好きなアプリとか割り当てて使うっていう感じですね。設定画面がね割と秀逸というか、まあアクションボタンっていうところがね設定の中にあるんですけども、その中でこういろんな機能をこう割り当てて、まあカメラとか何でもいいんですけど、基本的に全部ねアプリ割り当てれますね。でショートカットとか使うともう非常に何でもカスタムできるっていうね感じなんですけど、便利っちゃ便利なんですけど、ただやっぱ普通に使うと割り当てれるアプリとしては一つのみで、基本長押しですね。長押しで起動するっていう感じなんで、したらなんかこう 2回押せばもう1個違うアプリが立ち上げれるとかにしてもらえばよかったなと思うんですけど、アクションズっていうねアプリでショートカットとか作ってもらえば2つ以上ねアプリ割り当てれたりするんですけど、裏技的なやつで。ただねやっぱり意外とねそんなに使わないですねそんなに使わない。まあ一番使うのがその明るさ、ホワイトポイントだったかな、下げるみたいなのが一番使ってるんですけど、やっぱりねちょっと位置がね、やっぱボタンの位置が音量ボタンちょっとまあこの上側にあるんで微妙にね遠いんですよね押しづらいっていうのがあって、絶妙にちょっと使いづらいっていうのはあります。まあ便利なんだけど、これだったらまあ別に14 Pro の場合でもその背面タップっていうね機能が使えるので、まあパンパンって後ろタップしたらこうアプリを立ち上げるっていうことはできるんですよね、14 Pro でも。まあなんかそっちでもいいかなって思っちゃいますねカスタマイズのその楽しさみたいなのがあるんですけども、はいどうですか、ぜひアクションボタンどんな感じで活用してますか、ぜひねコメントいただければと思います。ディスプレイですね、まあ画面なんですけども、こちらに関しては全く同じですね。14 Pro、15 Pro に関しまして全く一緒で、仕様を見てもらえばねこれ一応まあ分かるんですけども、まあ明るさだったりとか、まあ、例えばその画面の解像度、綺麗さとかたりも完全に一緒なんですよね。ダイナミックアイランドもまあ入ってますし、まあなのでまあ違いは分かりませんというか一緒です。使ってみても別に、前から見たら別に14 Pro か15 Pro か分かんないって感じです。まあ、厳密に言えばその画面のですね周りの黒い縁のまあベゼルが細くはなってる、薄くねなってるんですけど、まあ、結構すっきりには見えますが、まあ別に正直使っててね別になんか薄いなって感じることはないですね、正直ねまあなんでここはどっちかというとその分サイズ感がねさっき見てもらったみたいに幅とか横幅とかねちっちゃくなってるんで、まあ、持ちやすさにメリットはいってるかなと思います。でまあディスプレイは変わりません性能ですね、A17 Pro バイオニックと A16 バイオニックっていう感じで違うチップが入ってます。まあギークベンチも基本 iPhone 15とね、まあ、同じものが入ってるので、数値的に見てみると若干まあ差はあるんですけど、まあ基本的な性能はやっぱりそんなに変わんないかな。まあ普段使ってる分そんなに変わんのかって言われると変わんないと思いますので、だいたい14 Pro で2500、若干上がってるのかな一応。15 Pro の方がまあもちろん、マルチコアとかに関してもかなりですね、まあ、M1 とかに近いのかな性能的には。
MacBook に入っている M1 チップっていうものに、非常に A17 Pro チップは近いものになっておりますね。ただ普段使っててわかんないです。はい。ただやっぱ違いを感じる点で言うとやっぱゲームかなと思います。ゲームとかやっぱグラフィック性能とかに関してはちょっとやっぱ差があるので A16 と比べても15 Pro とかの方がゲームやっても安定感はあるなって思いましたね。リフレッシュレートとか画面がちょっとカクカクしづらいとか、別に A16 でも全然できるんですけど、より快適にするのであればやっぱり15 Pro の方がいいのかなと思います。ただやっぱその分ね、結構熱さ発熱はやっぱりしてるなっていう、パワーがある分やっぱり熱がね持つんで仕方ないとこはあるんですけど、発熱問題もあったけどアップデート来てちょっと収まった気がしますね。前より良くなった気がする。完全に収まったわけじゃないんですけど、前よりはそんなに普通に使ってて熱くなるなっていうことはなくなりました。以前とかね、一応ここ不具合みたいなところも止めてますのでチェックしてもらえようと思います。ここもねアンケートというかコミュニティの方でけども、やっぱり大体どうですかね、7割近く変わってないかなっていうのも半分ぐらいあるんですけど良くなったような気がするっていうのも半分ぐらいはあるので、なんかどうですかねこれもぜひコメントいただければと思います。発熱問題治りましたってか変わってないですかとかぜひコメントいただければと思います。ちょっと良くなった気がします。気持ち15 Pro に関しては。14 Pro もやっぱどっちかというとやっぱ iOS17 の問題だと思うんで、14 Pro もなんかね17にしてからちょっと熱くなった気がするんですよね。あとバッテリー持ちのところですね。これどうなのかっていうところなんですけども、多少なんですけど使ってる感じ、今のところは15 Pro の方がやっぱちょっといいのかなっていう気はしますね。別にそもそもその大差はないと思うんですけど、その性能的な、数値的なところで全く前のモデルと同じっていうことにはなってます。なんで14 Pro と15 Pro 同じなんですけど、バッテリー持ちは。ただやっぱ14 Pro ね、なんかあんまり良くなかったんで正直ね。それもありますけど、15の、シリーズから使えるようになったところで言うと、充電の最適化っていうところで上限ですね、が 80% なんで iPhone を、マックスで 80% までしか充電しないっていう設定ができました。で、一応今これでね、使ってるんですけども、ギリギリ一応 80% あれば持つかなっていう感じですかね。普通に使えば。もちろんヘビーに使うときついんですけど、動画とかいっぱい撮ると。そのバッテリーの多分寿命を伸ばすというかね、負荷を減らすっていう 80% からやっぱ 100% まででパワー使う。バッテリーに負荷がかかるので。なんでね、見た感じ、画面作動が11時間ぐらいで、実際動いてたのは多分4時間ぐらいかもしれないですけど、このぐらいは全然、YouTube 見たりとか、X 見てるね、あと YouTube ミュージックとか、ちょっと検索したりとか、ホーム画面で動かしてるのが多いですけど、4、5時間ぐらいの動作は全然 80% ぐらいあってもできるのかな。この、バッテリーの履歴見たらですけど、感じではありますね。14 Pro ではね、iOS17 にアップデートしても、出てこなかったですね。上限 80% っていうの。で、15シリーズ限定の機能かなと思います。14 Pro も1年ぐらい今使ってですね、最大容量が 89% になっちゃってるんで、今ちょっとバッテリー持ちは、正直良くないっていうのは、今後の影響もあるんですけど、それにしても寿命があれかなっていうところはありますね。あと15でね、バッテリーの寿命というか、一般の一番下の方に、一般の情報の一番下の方にですね、バッテリーの法充電回数とか、何回充電したかっていうのを見れたりするので、そこもやっぱいい点かなと思います。これもね、14 Pro、前のモデルではね、アップデートしてても見えませんでした。ここは別に見えてもいいんじゃないかなって思ったんですけど。で、バッテリー持ち自体もいいんじゃないかっていうのが大体7割5分ぐらい、75% ぐらい占めてるので、悪くはないのかなと思いますね。14 Pro よりは。14 Pro がちょっとあんま良くないっていうところはありますけど、はい。ここもぜひね、コメントいただければと思います。バッテリー持ち。カメラについてなんですけど、今回15シリーズかな。15 Pro にはですね、標準のカメラが今1200万画素だったんですけど、それが標準でも2400万画素、24メガピクセルでも撮れるようになりました。それぐらいかな、逆に。その普通に自動的に解像度的には倍になったっていう感じにはなるんですけど、ただね、基本的にはそれだけですね。あと性能的には何にも変わってない14 Pro と。なので、一応取り比べてはみたんですけど、24の方がやっぱちょっとこうパキッとというかね、シャープな感じ。綺麗、全体的にこう締まったような感じには見えるんですけど、あんま変わんないですよね。気持ち良くなった気がする。比べてみると24メガピクセルと、14 Pro が12メガピクセルなんで、あとポートレートも撮ってみたんですけども、基本変わんないっすよね。なんか若干14 Pro の方が綺麗に見えなくもないんですけどなんかちょっとね白っぽくなったんですよね。14これ何回か撮ったんですけど、光のねやっぱりこの反射みたいなところは良くなったので、それが影響してるのか分かんないんですけども、夜間のね撮影でこれ前回やったやつなんですけど、フレアというかね、反射的なところはやっぱり抑えられてるのかなっていう、アップルもね言って
ってはいたんで、とはいえね、そのまあ光のこの前の方にですね、なんかゴーストというかは出ちゃうんですよ、15 Pro でも。14 Pro の方がもっとこう光がピーンって飛んじゃう感じはあるんですけど、抑えられてはいるけどやっぱりゴーストとかは出ちゃうんで、まあマシになったなって感じですね。で15 Pro に関しては今回ですね、FIF っていうのが使えて、まあ、48メガピクセルで撮ると、プロローっていうねモードで撮るとめちゃめちゃ容量結構食うんですよね。まあ40倍ぐらい食うのかな。50から80メガバイトぐらい撮っちゃうんですけど、まあ FIF っていうのも使えるようになりました。はい。まあそれでも結構ね綺麗に撮れます。ただやっぱ残念なところはこのね広角カメラに関して普通のねカメラで撮る時の焦点距離というかね寄れないんですよね寄るとまあ、自動的にこうマクロモードにされちゃう。14 Pro も結構まあ寄れなくなっちゃったんですけど、そこは同じなんで、まあこれはちょっと残念な感じのままですね。まあなんで iPhone15 の方がよりの撮影はできますね。別にズームすればいいじゃんっていう話ではあるんですが、まあ一応ここはなんか微妙に使いづらいっていう感じです。動画も比べて撮ってみましたので、ぜひチェックしてみてください。音声も入ってます。はい、ということで今撮影しております。手持ちで持って、まあ見た感じ変わらないですけど、なんで倍率も一緒ですね。まあ、これ 0.5 倍で、これ1倍ですね。まあ2倍ズーム、まあそんな変わんないっすかね。3倍で、まあ、若干ブルーが抑えられてるような気がするはい、どうでしょうか、いかがでしょうか。音声もね全部、収録してますので、まあ、ちょっと今歩きながらなんでブレてますけど、どうでしょうか。はい、どうでしたでしょうか。ぜひねコメントいただければと思うんですけど、感想、性能とか中身変わってないんで一緒なんですけど、時折なんかブレというか倍率変えた時とかブレが若干抑えられてるのかなっていう気はしました。気持ちいいまああんま変わんねえけど。で色味がやっぱちょっとカラーエンコーディングかなんかね、確かなんか入ったんですよね、15 Pro で。で若干綺麗になった気がするんですけど、まああんま変わんないと思います、正直ね。15 Pro で今回入ったログ撮影っていうやつですね。グレーな感じで撮影するんですけど、まあその後この色味を後から、まあ追加できるモードがあるんですけど、まあそれはやっぱり15 Pro のみになってます。まあプロ向けの機能ですね。SSD とか、まあ外部のストレージ挿したまま動画撮影するとか、まあなんで iPhone の容量を使わずに動画撮影できたりとかっていうのはやっぱりまあ iPhone 15 Pro 限定にはなります。まあそこら辺はいいところかなと思います。夜間のね、まあ動画撮影とかもしてますけど、これもやっぱりね、ゴーストとかはまあ、14 Pro に比べるとね、まあ、もちろん抑えれてはいるんですけど、光のピーンっていう感じとかは、まあ、ただやっぱりゴーストみたいなのが出ちゃうので、改善されたっていう感じですね。反射というか、いう感じですかね。モデルの価格なんですけどね、お値段今、15 Pro が15万9800円から、ストレージが 128GB で、256が17万4800円なんで、いくらだ ?1万5000円 ?1 万5000円ずつ上がっていくっていう感じですかね。で、512で20万になって、まあ1テラと23万。で、まあ14 Pro は、まあ例えば今楽天とかだと15万ぐらいですかね。そんなまだね、あとまあ中古イオシスとか見てみたんですけど、そんなにやっぱまだ安く、まあ13万ぐらいかな、安くて。12万9800円とか。3万ぐらいなんで、まあそんなにまだね安くなってないというか、まあ下がんないですよね、そんなに。このぐらいの差だったら15 Pro でいいかなっていう気はするんですけども、まあなんでじゃあどっち買うべきですかみたいな、まあ買えるんだったらね古いモデルからっていうところですけど、まあ今だったらやっぱ15 Pro じゃないですか、やっぱり。まあなんだかんだ、まあやっぱりこの本体のまあ軽さと持ちやすさ、こことあとまあ USB-C ですだったりとか、このチタニウムの質感っていうところがまあ結構ポイントかなって思いますね。まあ、基本カメラとか画面とか一緒なのでそこら辺かなと思います。 USB-C やっぱ結構大きいかなと。あと本体の重さですね、やっぱ持ってて結構ねずっしりくるんですよね14 Pro は。あとはまあそんな変わんないんで、あとまあ価格を抑えたいのであれば割とまあ13 Pro とかでもいいんじゃないかなってまあいい気もするんですよね。高級感って意味ではやっぱり、まあ、もちろん iPhone まあ13とか12とかありますけど、高級感みたいなところで言うと14 Pro 買うんだったらなんか13 Pro でいいかな。整備済み品とか見てみるとね、まあ11万12万ぐらいであるんですよね。見頃とか 256GB とかが、まあ結構ありかな。でバッテリー持ちもいいですし、まあカメラも別に変わんないですよ正直。でまあダイナミックアイランドがまあ前の上のねノッチがちょっと違うぐらいですかね。こうね、あとまあ iPhone 15でもね今一緒に使ってるんですけど、まあこれでもいいかなっ
と思ってまして、で基本その中身に関しては14 Pro とほぼ同じですね。画面がもちろんそのリフレッシュレートが違うとかあるんですけど、使ってみてね、なんかあんまり違いは僕は感じなかったんですよね。画面のその滑らかさが、一応違うんですけど、あんまり感じなくて、個人的には感じる人は感じるかもしれないんですけど、紙に関してはもうカメラとか、ダイナミックアイランドもそうですし、USB-C も入ってるし、一緒なんですよね。でバッテリー持ちも、この iPhone15 の方がいいですね、やっぱりね、プロより表示とかない分、やっぱりあとは本体は軽いです。さらに10g ぐらい、 170g ぐらいじゃないですかね、確かなんで、30g ぐらいね以上多分違うと思います。14 Pro と比べると。お値段もですね 128GB で、124,800円で 256GB で139,800円っていう感じなんで、ほぼ同じ価格で、全然新品買えるっていうところを考えると結構ありなんじゃないかなって思いますね。あとはなんでその質感の好みというか、15もね割と今回高級感あふれる高級感を感じるので、チタニウムと比べるとやっぱりちょっとねまた違う意味でのいい高級感という感じですかね。カラーもまたちょっとポップな感じのやつもありますし、こちらもちょっとねレビューしてますので、ぜひチェックしてもらえればと思います。15でいいような気がするけどね、僕は。もうちょっと安く抑えるんだったらさっき見た13 Pro とか、13とか、その別に見た目をそんな気にしないんだったらですけど、性能的には14 Pro のレビューとかもありますし、さっき最初言ったようにで15 Pro もレビューしてますんで、はい、ぜひねチェックしてみてください。アクセサリー類もねこれ今おすすめですよっていうのも、一応概要欄にまとめておきますけども、チェックしてみてください。ということでぜひねコメントお待ちしてます。どっちがいいよとか、使ってみてこのモデル使って15 Pro に変えて、ここが良かった悪かったとか何でもいいので、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあまたね。変わんないですけどね正直ね。いやでもチタニウムがねやっぱいいんですよ、この質感が。いやいいよ、いいので、てかもう15でもいい。